皆さんこんにちは。カモネギ投資家カモーラレです。今回の動画のテーマはサムネイルにもありますように、コロナによる制限された経済からの脱却、経済再開、リオープン関連の銘柄、様々な業種でコロナの打撃を受けてきましたけれども、中にはですね、かなり回復してきている、株価も戻ってきている銘柄が多く見受けられます。経済再開、リオープンというテーマの中で、まだ株価の回復が遅れている、今からでも買えるような、今後回復が見込める銘柄というのをデータ分析していきたいと思います。さらにその上で抽出された出遅れ銘柄の中でも高配当の銘柄を絞っていきたい。なぜなら出遅れ銘柄ということは他の銘柄と比べるとまだ相対的に割安ということなので、より安定したキャッシュフロー、インカムゲインが見込める銘柄をご紹介していきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。まず一つ目のテーマ、経済再開リオープンというテーマですけれども、コロナで打撃を受けた業種というので、数多くの業種が打撃を受けていると思いますけれども、その中でも特に顕著だったものは空運であったり、陸運。陸運の中でも鉄道系ですね。さらには飲食業界であったり、さらにはレジャー関連やホテル業界といったところも大きな打撃を受けています。こういったところは人の流れを制限するという条件では真っ先に思いつく業種たちですけれども、その他にも大きな打撃を受けた業種としては鉄鋼など、そもそも経済が回らなくなって鉄や石油といった資源を必要としなくなる、需要が落ち込んで打撃を受けたという業種も存在します。そんな中でコロナの打撃を最も受けた銘柄、業種の中でもコロナによる影響、プラス、マイナスが割れたり、さらには経済再開、リオープンのテーマの中では、回復が顕著である銘柄や、そうでない銘柄というのが分かれています。例えばですけれども、先月末から今月にかけての決算、ディズニーランドを運営するオリエンタルランドは、四半期決算の発表後、株価が上昇し、一時22,000円を回復しましたが、一方で同じくコロナによる打撃が大きかった JR 東海に関しては、ご覧のように右肩下がりが続いている。このように株価の回復具合というのも、経済再開、リオープンの中では、明暗が分かれているという状況ですね。そこで今回はトピックス約2160社構成されている銘柄の中から営業利益の成長率約8年間抽出することでコロナ前とコロナ後それぞれを比較することでコロナによる打撃がどれくらい各銘柄であったのかというのを計算します。そしてまず一つ目のデータ分析としてコロナによる打撃が大きかった銘柄の中から株価の戻り具合、回復基調を相対的に比較して経済再開、リオープンによる今後の回復が見込める銘柄の中でもまだ出遅れている銘柄、割安な銘柄というのを抽出します。そして二つ目のデータ分析として高配当、利回りの水準というのをリオープンで選ばれた銘柄の中でランキングをつけることによってこのリオープンというテーマと高配当というテーマどちらも兼ね備えた有料な銘柄というのはどんな銘柄が出てくるのかというのを今回の分析手順として行っていきたいと思います。それではまず経済再開、リオープンの出遅れ銘柄を探していきたいと思います。大きく3つの手順がありますけれども、まず1つ目の手順としてはコロナの打撃の分析。どのように分析していくかと言いますと、トピックス構成している2100社以上あるそれぞれの銘柄の営業利益を取得します。そしてそれぞれの銘柄は東証33業種の中のどれかに所属しているわけですけれども、業種ごとにですね、営業利益を合計して過去数年間の営業利益騰落率というのを計算します。そして業種ごとに算出された騰落率をコロナ前後の各2年間を平均、具体的には2018年19年の営業利益成長率と2020年21年の成長率を比較してどの業種が最もコロナ前後で大きな差が出ているかというのを見ていくわけですね。このような手順で東証33業種、コロナ前の2年間とコロナ後の2年間、営業利益の成長率の差が最も大きかった業種から順番に並べていますけれども、多くの業種がコロナ前の営業利益成長率プラスだったものに対してコロナ後にはマイナスに転じているという状況ですね。ご覧いただいている一番下小売のところまでが成長率マイナス 10% 以上コロナ前後で下がってしまった業種、2桁%以上の打撃があった業種33のうちの17となっています。続きまして成長率の変化マイナス2桁%まではいってないんですけれども、相対的に軽微な打撃を受けた業種たち
建設、銀行と続きまして、ご覧いただいている水産まで、コロナ前後で営業利益の成長率がマイナス1桁%となった業種は33のうちの9。ということで、ここまで17足す9の26業種がコロナの影響で営業利益の成長率マイナスになった、もしくは成長率が鈍化したという業種たちですね。そして残る業種たちはコロナ前後でコロナの後の方がむしろ成長率伸ばしてきた業種たちです。どういった業種が並んでいるかと言いますと、ゴム、非鉄、保険と続いて、最もコロナの影響でプラスに寄与した業種一番下の海運というところまで、これらの業種ほとんど影響を受けなかった、もしくはコロナによって営業利益の成長率が伸びた業種たち7業種となっています。今回のデータ分析で銘柄を選んでいくにあたって対象としたい業種はこちら一番上の2桁%以上の打撃があったコロナによって大きく営業利益の成長率を落とし込んでしまった業種17に絞っていきたいと思います。ということで少し今お話ししましたけれども、2番目の手順として対象銘柄の抽出。まず業種に関しては今ご説明した通り、コロナによって特に大きな影響を受けた 10% 以上成長率が下がって大幅に減益となった17業種に絞ります。そして個々の企業に関しては同じくコロナ前2年間とコロナ後2年間の営業利益成長率を比較するんですけれども、コロナ前の2年に関しては営業利益の成長率がプラスになっている企業、そして逆にコロナの影響で2020年を境に2年間営業利益の成長率がマイナス 30% 以上打撃を受けた銘柄というのを抽出していきたいと思います。今ご説明した手順、具体的にどういうことかご覧いただきますと、まずこちら絞り込む前ですけれども、すべての銘柄において先ほどの業種で行ったようにコロナ前後の営業利益成長率を比較します。そしてまずセクター、業種のところで先ほどご覧いただいた2桁%の打撃のあった17業種に含まれる銘柄のみをピックアップします。そして各企業の成長率の差を見ていくわけですけれども、そうするとですね、一番上最も成長率が落ち込んだ銘柄、こちらですけれども、4679、タヤ、サービス業と書いていますが、美容室などを経営している企業ですね。ただこの銘柄よく見ますと、コロナ前からマイナスの成長率、つまりコロナによって打撃を受けたのは間違いないですが、そもそもコロナがなくても成長率が鈍化していた銘柄ですね。同じように9722藤田観光、9760の新学会ホールディングスもコロナ前から成長率マイナスを記録しています。今ご説明したように各企業のコロナ前後の成長率比較をしても、そもそもその銘柄がですね、あまりコロナの影響がなさそうな業種に属しているんではないか、およびコロナが発生した云々関係なくそもそも業績不振だった銘柄ではないのか、そういった銘柄を抽出対象から除外したいという思いで、こちら2番目の手順を踏んでいるわけですね。そうすることで絞られてくる銘柄というのは、本当にコロナの影響が大きかった約400銘柄となってきます。今ご覧いただいているのは条件設定前、全銘柄ですけれども、ご説明した手順で抽出作業を行うと、こちらの銘柄たちになります。この手順で当初トピックス2100社以上あった銘柄からコロナの影響が大きかった400銘柄まで絞り込むことができました。最もコロナの打撃が大きかった銘柄、上から順番に東天工、天アライド、大商といったような上位5つには外食産業、居酒屋チェーンなどの銘柄が並んでいますね。さて400銘柄まで絞りましたけれども、もうワンステップですね。3番目の手順として手遅れ銘柄というのをピックアップしたいと思います。ここまで使用してきた営業利益のデータは一旦置いておいて、今残されている約400銘柄で使うデータ、今度は株価自体のデータを比較していきます。どのような判定方法をするかと言いますと、一例としてこちら、とある銘柄の株価推移ですけれども、わかりやすくご説明すると、2019年年末ですね。2020年にコロナの問題が大爆発する直前の年末、こちらのタイミングでの株価をまずは取ってきます。そしてコロナの影響が発生した2020年以降ですね、ご覧いただいている銘柄も急落しているわけですが、それ以降で最も株価が下がったタイミング、最も値段が安くなった
ところの株価も引っ張ってきます。そしてこのコロナ直前の2019年末とコロナ後の最も安い値段ですね。この2地点の株価の幅を0から100と置いたときに今現在足元の株価が何%のところに位置しているかというのを計測していくわけですね。2019年末コロナによる暴落前の株価、これを 100% としたときにここまで回復していれば足元の株価というのは100を記録しますし、仮にご覧いただいている銘柄とは違ってずっと右肩下がり、コロナの打撃を受けた後も下がり続けている銘柄であれば、最も安い株価の記録を更新し続けるということなので、0% 近辺を記録します。さて、足元の株価0から 100% と示したときにどれくらい回復度合いになっているかというのを計測した後に、銘柄を選別する上で設定する条件はまず一つ目。100% を超えていない。当然ですね、2019年末の株価からコロナ後に暴落した銘柄の中でも、すでにですね、とっくにコロナ前の株価を超えている銘柄があります。そういった銘柄は、はっきり言って出遅れどころか先んじて進んでいる銘柄たち。今回は出遅れ銘柄をピックアップしたいので、このコロナ前の 100% の水準を足元で超えられていない、殻を破りきれていない銘柄を選択します。そしてもう一つの条件、100% 株価は回復していないけれども、少なくとも 30% ぐらいは回復してほしい。もうすでにですね、コロナ後の経済というのは再開している面も大きくなってきていますので、この段階でですね、先ほど申し上げたようなずっと右肩下がりの銘柄であったり、あまり回復が見られない銘柄というのは見込みが薄いと判断したいわけです。この2つの条件に当てはまる銘柄をリオープン経済再開の出遅れ銘柄としてピックアップしていきたいと思います。今ご説明した3番目の手順、具体的なデータの処理ご覧いただきますと、まず条件設定前ですね、400銘柄でそれぞれ2019年末コロナ暴落前の株価を100としたときに、コロナ後の暴落以降ですね、記録した最も高い株価の割合、そして最も低い株価の割合。例えば今指を指している沖電気工業の最も低いところ 50.47 ということなので、2019年末からコロナの暴落によって最も安い株価になったタイミングでは 50% 程度、つまり半分の値段程度になったということですね。そして今足元の割合 50.61 ということで、最も安いわけではないですけれども、コロナ後でほとんど回復していない位置にいるということで、先ほどの0から100の指標で表した時には0近辺という形になっています。ですので、このパーセンタイルと書いている列ですね。コロナ後の株価推移で一番安いところと高いところ、0から100にしたときにどの位置に足元いるかというのを示した割合ですけれども、0近辺ということは最も安い位置にいる。例えば上から2番目ペッパーフードサービスというのは典型的ですね。いきなりステーキなどを運営している有名な企業ですけれども、こちらの株価ですね、ご覧いただきますと、2019年以降コロナの打撃もあったのかもしれませんが、それ以降ずっと株価は右肩下がりに下がり続けて、2019年末で1000円、2000円の間を推移していましたけれども、今は167円ということで、こういった銘柄は選びたくないわけです。一方でこの0から100の割合で並び替えを行った時に一番下の方に来る銘柄、コロナ後で最も高い値段をつけた位置あたりにいる銘柄たちですね。例えば、つぶらやフィールズホールディングスの株価をご覧いただきますと、こちら、2020年と書いているあたり、19年末からコロナの影響で打撃は受けているんですけれども、2022年以降ですね、ぐんぐんと株価は上昇して、足元では昇竜拳のように上がってしまっている。株価水準で言うと5倍近く上がっているわけですね。こういった銘柄は出遅れどころか先んじて爆発的に回復しているので、今回は選べないということですね。もう一つ日本製鉄も下の方に出てきていましたけれども、こちらのグラフのがわかりやすいですかね。2020年と示されているところで、直後にコロナの打撃、株価は大幅に下落しましたけれども、急回復して足元ではコロナ前どころか大幅に回復している。こういったコロナ前の水準を大幅に回復している銘柄は今回選ばずに出遅れている銘柄だけをピックアップしたいということで、条件を設定した上でリストアップされてくる銘柄たちはこちら。まず一番左、コロナ後のマックスの株価はコロナ前よりも低く抑えられている 100% を超えていない銘柄たち、殻を破りきれていないという条件ですね。一方で足元のところは 0.3、30% 以上は回復しておいてほしいところ。ご覧いただいている牧野スライス製作所1となっていて、こちら一応 30% 以上という条件なので、条件には当てはまっているんですけれども、足元ですね、2019
2019年末の株価対比で 99.21%、もうほぼほぼコロナ前の水準を回復しているということなので、逆にパーセンタイル分かりやすいように低い方から 0.3 以上のものを並べるとこちらですね。こちら 0.33 という明治電機工業から始まっていますけれども、足元の株価、コロナ前の2019年末対比で 75% 程度、まだ回復余地があるといったような銘柄が並んでいます。このようにたくさん並んでいるように見受けられますが、この条件設定で絞られる銘柄、出遅れ銘柄というのは約400から60銘柄まで絞られてきました。さてここまで手順を踏んできて2100以上ある中から、まず特にコロナの打撃が大きかった銘柄400銘柄に絞って、その中でさらに株価の水準が2019年末と対比した時にまだそこまでは回復していない。ただ足元で少しずつ回復してきているような銘柄というのを選定し60銘柄まで絞ってきました。そして最後に設定する条件というのは皆さんもお待ちかねの高配当利回りのデータです。先ほどまでの手順で絞られてきた銘柄の一例ですけれども、銘柄名の左側に回復度合いの相対感、3番目の手順でご説明したようにどれくらいコロナ後に回復しているかという度合いを示しています。そのデータの右側、銘柄名よりも右側にさらにデータを追加して、こちらは配当のデータですね。まず今年度の予想配当、金額ベースでいくら配当が出そうか、そして取得しているのは2月14日の株価ですけれども、その株価で割り算をすることで配当利回りのデータが一番右側、こちらに計算されてくる。この配当利回りの水準が少なくとも 3% を超えるような高配当の銘柄たち、これを選んでくると、さらに絞られて23銘柄になってきます。それがこちら、一番上 6809 TOA。もともとは東亜という銘柄で音響設備などを取り扱っている会社ですけれども、左側のデータ、回復度合いはコロナ後の最も安い株価からは足元 50% 程度の回復、そして表の右側、配当利回りのところは 5.1% と非常に高配当ながら出遅れの銘柄が選択できたわけです。そして配当利回りの高い順に並べると、2番目からは大同メタル工業、A&A マテリアル、リケンと並んでいき、配当利回りが 3% を超えるような高い水準を維持している出遅れ銘柄23銘柄は順にご覧いただいているこちらの銘柄たちとなります。ですので配当利回りを追求したい方は右側がより高い銘柄たちを、一方で経済再開、リオープンによる株価の回復度合いもまだ安い銘柄たちを選びたいという場合は、銘柄名の左側、パーセンタイルの数字がより低いものを選択していただければと思います。基本的にはですね、配当利回りというのは配当金額割る株価となっていますので、分母の株価が安い方が配当利回りが高くなる傾向にある。つまり、そういった意味では、コロナ後の回復度合いという面から見ると、相対的に回復度合いが低い、つまり株価がまだ安い、出遅れている方が配当利回りは高くなる傾向にあります。ですので、こちらご覧いただいている23銘柄のリストもスクロールする前、こちらですね、配当利回り上位の方が回復度合いもまだ出遅れているという銘柄の方が並びやすいリストとなっています。高配当銘柄は欲しいけれども株価が高いところで買いたくない。購入単価を割り込んでいきたくないという考えのもと、経済再開リオープンというテーマに焦点を当てて、購入単価を割り込むリスクを少しでも抑制できる銘柄たちを今回はご紹介しました。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。